彼の名は中二君。今回はマレーシアの首都クアラルンプールへ向かう。意気揚々と旅が始まるはずだったが、不覚にも降りる場所を間違えてしまう。気を取り直してバス乗り場にあるフードコートでランチにする。待望のナシゴレンが到着。これはせんべいだ。パワーが全開したので電車で中心街へ向かう。ホステルは高層階にあり、ジムとプールがついている。地上の平民を見下ろしながら成功者気分を満喫。せっかくのプールではあるが寒すぎて入れない。夜ご飯はチャイニーズ料理に決定。とんでもなく美味しく、もう日本に帰れないかもしれないと思うほどのクオリティ。ホステルが人気で延泊が不可能だったので、
違うホステルに向かう。次のホステルはチャイナタウンの近くで非常に賑やかだ。大衆食堂に到着。ペナンでの失敗を生かしておかずの種類の取りすぎに気をつける。野菜を中心にしてみたらとんでもない激安値段になった。飯はうまいが言葉を聞き返していると店員に怒鳴られ気分は最悪だ。客の近くに現金を保管しておりセキュリティはガバガバ状態。さあパクリストリートを徘徊だ。夜食はドラゴンフルーツをかじり果物摂取完了。ホステルは風通しが悪く空気がこもりなんだか怪しい雰囲気が漂う。深夜に両手両足に謎のジンマシンが発生。真っ赤なブツブツに覆われ呪いを受ける。スタッフに伝えるが謝罪などはなく全くの無関心。このホステルに未練などあろうはずもなく即チェンジ。翌日は宇宙をテーマにしたホステルをブッキング。グレードを上げたので香りもよく清潔感抜群。ロッカーの割り当てもあり申し分なし。路上の試食のパンを食べながら今日も街を徘徊する。ランチは大好物のカレーに決定。ライスが大盛り無料という神システムに感動。マレーカレーの美味しさは一元レベル。具材のポテトや肉がたんまり入っているのもポイント高い。マンゴースムージーで喉を潤す。
現地の人に教わりながら洗濯機を使いこなす。レモネード片手に目的地のペトロナスツインタワーに向かう。ライトアップされたタワーが綺麗で人々を魅了している。タワー近くのレストランで夕飯タイム。ここでもナシゴレンだ。旅に慣れるにつれて押し売りを交わすスキルも磨かれてきた。翌日のランチはチャイニーズヌードル。辛くてむせてしまう。周りの通行人までむせてしまうというハプニング。味の方は少し期待外れだ。ランチ後はマンゴーとソフトクリームで完全回復。マレーシア最後のホステルに到着。プライベート空間は皆無だが広々として空気もいい。屋上も使えるが日差しが強く利用者は誰もいない。近くのコンビニでお菓子を買う。昼間の散歩で見つけた屋台で夕飯にする。職人が一つ一つ丁寧に仕込んでいる様子を見て、これは期待せずにはいられない。土鍋のチキンライス。甘辛い味付けが日本人好みで、一口食べるごとに幸せをかみしめる。食べていると店員がよく混ぜて食べるんだとアドバイス。マレーシア人の優しさが心にしみる。最後にふさわしく空には花火が舞う。最高の締めくくりだ。ま
また会おう諸君。